車の中で YouTube や Netflix の動画が見たい。車内で Wi-Fi 共有したいけど、毎回スマホのテザリングは正直めんどくさいって方に、今回は USB の穴に挿すだけで車内で Wi-Fi がすぐに使えるようになる。日本のメーカー柏村の極楽 Wi-Fi を実際に使ってみたので、本当に挿すだけで使えるのか、実際の通信速度はどれぐらい、どんな人に向いてるのか、このあたりを正直レビューします。ということで、こちらが今回レビューする車内 Wi-Fi。パッケージはこれだけどかなりコンパクトですね。早速中身を開封すると、この2つが入ってます。こちらがWi-Fi 本体、完全に手のひらサイズで重さは 38g、 ちょっと昔の USB メモリーぐらい。使い方は簡単で、蓋開けると中に USB 端子があるので、それを車の USB に挿すだけ。それだけで使えるみたいです。説明書は4ページで、詳しい使い方は QR コード読み取りで読んでいく今時のタイプ。おそらく挿すだけですぐ使えるはずなので、早速 USB に挿してみて実際に使えるかやってみます。 USB の穴に差し込むとこんな感じで自動的に電源がオンになって、1分ぐらい待つと iPhone の設定画面Wi-Fi 一覧に極楽という接続先が表示されるので、それタップしてパスワードを入れ込みます。初期パスワードは説明書に書いてるので、それを入れるだけ。これでもうネットにつながりました。今見たようにこちらの Wi-Fi の特徴は USB に挿すと自動的に電源が入って Wi-Fi が飛ぶので、それにつなげてあげるだけとすぐに使える超簡単仕様です。よくレンタル Wi-Fi にある難しい接続の設定とか一切不要。本体にボタンとかもなく何も触らなくていいです。また通信会社が1社だけでなく、その時の最適な通信会社を4大キャリア、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天から自動的に選んでくれるクラウドタイプなので、その状況に合った最適な回線をつかみに行ってくれます。これが1社だけの回線だと場所によっては速度が落ちることあるし、つながりにくいとかあるので、それを複数会社の回線を自動的に使い分けることで安定して使えるそうです。また大手通信会社みたいに月額契約が不要で、初めからデータが150ギガついてきて、それがなくなったらデータを追加して使う買い切りタイプなので、車内 Wi-Fi としてはかなり敷居が低いタイプかなと思います。それでは早速車で使えるか実際に試してみたいと思います。やることはめっちゃシンプル。シガーソケットの USB に挿すだけ。これだけで OK。あとは勝手に電源がついて iPhone とつながりますね。そしたら一番気になる通信速度がどんな感じか。まずは YouTube。初回の読み込みが少し発生したけど、その後は途中再生もそんなに待たずに再生可能。実際の気になる回線速度ですが、いつも測ってるサイトで見ると約15メガで出たので、スマホで動画見るぐらいであれば十分です。その翌日に全く同じ場所で速度測ってみたら33メガと倍ぐらいになってたので、やはり時間帯によっては若干の速度変動はありますね。同じ場所でも時間帯やその時の混雑状況によって自動的につながるキャリアが変わるので、速度変動するのはそのせいですね。これだけの速度が出ていれば動画も普通に見れますし、 Google マップから音楽までストレスフリーで使えます。ただし 5G でなくてあくまで 4G です。同じ時間帯に au の 5G 回線で測ったら130メガとか出たので、 5G と 4G の差は出ますね。これまでいろいろと同じような車の Wi-Fi を使ってきた体感で言うと、 4G で15メガバイトぐらいであれば音楽や動画見るぐらいなら全く問題ないですね。ただアプリをダウンロードするとかだと 5G に比べてしまうと時間かかってしまいます。なので車内で何かをダウンロードするとかでなく、車でネットに接続して動画や音楽を楽しむ前提なら問題ない通信速度かなと思います。同時に8台まで接続可能なので、車内にいる全員でネットを共有できます。ただそれならスマホのテザリングでいいんじゃないかと思ったかもですが、テザリングの欠点は毎回設定からオンにする手間、スマホのバッテリーの減りが早くなる、夏場だとスマホが熱くなって熱暴走からのフリーズの可能性、たまにテザリングが切れるなど地味なストレスが多いんですが、こちらの Wi-Fi はこれ単体で動くタイプで、エンジンオンで Wi-Fi も自動的にオン、スマホの負担がゼロ、クラウドタイプでその場所で一番安定する4大通信会社の電波を拾うので、安定して使えて車に常時させておけば車専用のネットとして完全に役割が分かれているのがいいところかなと思います。もちろん車で使うタイプなので、常に車内にさしておいたら夏場にバッテリーが爆発するとかあるんじゃないのと最近のニュース見てそう思った人もいるかもですが、そこはもちろん対策されていて、本体にバッテリーが内蔵されていないので、バッテリーが熱で膨らんで火事になるとかもないです。動作環境温度もマイナス20から60度まで対応しているので、真冬から真夏まで問題なく使える設計ですね。ガジェットに詳しくない人でも蓋開けて挿すだけですぐにネットにつながる簡単仕様なので、使い方が分からずにイライラすることもないかなと思います。またこちらの Wi-Fi はカー用品店行けば絶対に置いてある日本のメーカー柏
村の商品なので車でしか使えないと思った方がほとんどだと思いますが、実は USB から電源さえ取れれば家でも病院でもどこでも使えます。よくある走ってる時だけしか使えないなんてこともなく、 USB から電源さえ取れればどこでも気にせずに使うことが可能。つまり今回の商品はどこでも使えるモバイルルーターですね。例えば入院する時に持っていけばベッドの上でネットすることもできます。僕は1年ぐらい前に1週間入院したことがあって、いきなりの入院で何の用意もできず急すぎたので MacBook だけ持って行って、そこの病院 Wi-Fi は患者が用意するスタイルで iPhone のテザリングを使って入院中もネットや動画編集してましたが、結構早いタイミングでその月の通信量を超えてしまって速度制限入ってしまった経験があります。そこで普段は車で使っておいて、何かあった時は車から持ち出してどこでもすぐに使えるのは意外と便利ですね。病院って Wi-Fi あるんですけど、医者とかスタッフ専用で患者は使えないところが多いので、これ持っておくと何かあった時に便利かなと思います。もちろん4大キャリアの電波を拾うので、山奥でキャンプする時も4大キャリアもあるのでどこかしらつながるかなと思います。ギガは使い切りタイプ。はじめに150ギガついてきて、それを使い切ったら追加のチャージが必要です。チャージの方法は簡単で、取説にある QR コードから飛んでアカウントを作成、名前とかアドレス入れて画面に従って入力するだけですね。そうするとお手持ちの端末の裏に数字が書いてあるので、その情報をページに入れ込んでアカウントと端末を紐付け、あとはクレカでデータを買う感じ。データのおかわり料金はこのような感じで、1ヶ月30ギガ使うなら2750円。ドコモの格安 SIM のアハモだと 5G 対応30ギガ、5分通話無料で2970円なんですが、格安 SIM だと月額なので毎月何もしなくても通信料金がかかってきます。一方で極楽 Wi-Fi は月額でなく買い切りタイプで、データを全部使い切ったらデータおかわりして使うタイプ。ただデータに使用期限があって、その間に使い切らないともったいないので、まず初回に150ギガついてくるので、それを使ってみて1ヶ月でどれぐらい自分がデータ使ってるかマイページから簡単に確認できるので、それ見ておかわりするデータの容量を決めたらいいと思います。通常のチャージは30ギガ30日で2750円。これを 150GB 分使うとなると2750円 ×5 で 13,750円になります。一方この端末、セール時はだいたい12,000円前後、安いと9,980円くらい。本体の端末込みで 150GB のデータもついてこの価格。タイミングが良ければチャージするよりも安く買えるので、正直これ赤字じゃないって思いましたね。なのでまずは初回の 150GB でどれくらい自分がデータ使うか様子を見てもらえたらなと思います。で、ここが一番気になるところだと思うんですけど、30ギガって実際どれぐらい使えるのって話。車で YouTube を見る場合、画質は自動設定だとだいたい 720p になることが多いです。なので今回は 720p で説明すると、まず YouTube の動画 720p だと1時間あたり約1から 1.5 ギガ、30ギガあればだいたい20から30時間ぐらい動画が見られる計算です。毎日1時間見る人なら 3,4 週間は持つイメージですね。もちろんずっと動画だけ見続けると減りは早いです。逆にナビを使ったりたまに動画を見るくらいならもっと余裕があります。 Google マップになるとデータ使用量めっちゃ少なくて1時間に5メガ程度なので、30ギガ使い切るには約250日連続で Google マップ使わないと消費しきれない容量。次に音楽になると、音楽ストリーミングはかなり軽くて1時間あたり約100メガ前後なので、30ギガあれば約300時間、1日10時間聞いてもほぼ1ヶ月フルで使える計算です。まとめると、社内 YouTube20 から30時間、ナビと軽い通信かなり余裕、音楽と地図メインほぼ無限。30ギガは社内で動画を見すぎなければ十分な容量です。音楽、ナビ、たまに YouTube を見る、それぐらいの使い方が一番向いてますね。つまり初回の 150GB は通常 30GB の5倍のデータ容量なので、買ってから数ヶ月は何も課金せずに使い続けることができます。今回の極楽 Wi-Fi は 4G 回線と 5G に比べたら遅いけど、その分 5G の格安 SIM みたいに場所や時間帯によってめちゃくちゃ遅くならず、その場所に最適な通信会社を選んで安定してネットにつながるのが今回の一番のメリットですね。この Wi-Fi が向いてる方は、車で YouTube、ナビをよく使う、子供が後ろの席でタブレットを使う、毎回テザリングが面倒、月額契約は増やしたくない方向け、逆に常に無制限がいい、ゲーム用途で高速通信したいというヘビーユーザーは正直向いてないので、初めから au やドコモの最上位のプランを契約して使うのがいいかなと思います。ちなみに最近楽天モバイルから au に切り替えましたが、 5G のさらに上の 5G プラスが使える地域なら460メガとか光回線レベルの速度が出るので、速さを求める方は au がおすすめです。
ということで今回は USB に挿すだけで使える樫村の車内 Wi-Fi をレビューしました。設定ほぼゼロ、テザリング不要、車内が一気に快適。万人向けではないけどハマる人にはめちゃくちゃ楽な Wi-Fi ですね。今回紹介した極楽 Wi-Fi は定期的にセールをやっていて、そのタイミングで買えればさらにお得に買えるそうなので、使ってみたい人は概要欄に商品リンク貼っておくのでチェックしてみてください。こちらのチャンネルではカーライフがより快適になるカー用品、プロに教わる洗車のやり方など定期的に動画投稿していますので、この動画が参考になったなと思っていただけたらぜひコメントといいねいただけると動画作成のモチベーション上がるのでよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。